えー今日は一つ昔から語り継がれております話の世界にちょっと筆を添えさせていただこうと思いましてね、よろしくお願いします。落語っていうのははてな話じゃありませんで、人の弱さだのずるさだの、まあおかしく愛おしいもんが詰まっておりやす。その空気も壊さずに今日は大竹を書いてみようという算段でございます。夜更けの屋台にそば売りの声が響く。そこへ知恵の回る男が一人ふらりとやってくる。男はそばをすすりながら世間話を装ってそば屋に話しかける。月がきれいだの、夜は冷えるだの、どうでもいい話を重ねながらふと時刻を尋ねる。9つでその一言を聞いた男はそっと代金を置いて立ち去った。実はこの男、時刻をごまかしそば代を一文ちょろまかしたのだった。それを見ていた別の男が、なるほどうまいことを考えたと同じ真似をしようとする。だがうまくいくと思った知恵ほどだいたいどこかで転ぶ。人のずるさと浅はかさ、それを笑いに変える江戸らしい一席である。待ちに待った大切な我が子が生まれた。せっかくだから長生きするように、幸せになるように、親は縁起のいい言葉を集めに集め名前をつける。ジュゲム、ジュゲム、五行のすり切れ、海砂利水魚のあまりにも長い名前に呼ぶたび言うたび周りは大騒ぎ。ついには子供が怪我をしても名前を呼んでいる間に手当てが遅れてしまう始末。願いが強すぎると少しおかしなことになる。それでも最後はみんなで笑ってしまう。名前に込めた親心がそのまま笑いになる賑やかで愛らしい話である。
魚屋の男は酒に溺れ仕事もせず毎日をだらしなく過ごしていた。ある朝、浜辺で目を覚ますとそこに大金の入った財布が落ちている。これで人生をやり直せる、そう思った男は喜び勇んで家に帰る。しかし酒を飲み眠りにつき目を覚ました時、財布は消えていた。すべては夢だったのか。そう語る女房の言葉を信じ、男は心を入れ替え真面目に働き始める。月日が流れ、暮らしがようやく立ち直った頃、女房は静かに真実を明かす。あれは夢ではなかった。人を立ち直らせるための優しい嘘だったのだ。これは人が生き直す話である。話があって文字があってその間に間があります。今日はそんな一席でございました。